田畑陽子さん。普通の人々。普通の人々。田畑陽子さんです。私には一緒になって15年になる妻がいます。といっても、日本では女性と女性、男性と男性といった同性同士の結婚が法律ではまだ認められていないので、普段は私には女性のパートナーがいますと説明しています。さて、私の妻ゆり子は最近中高大学生向けの LGBT について学ぼうというオンラインのイベントで話をする機会がありました。話の後の質疑応答の際に、一人の高校生からある質問を受けて、とっさにうまく答えられなかったのだそうです。その質問というのは、ゆりこさん、今日はお話ありがとうございました。でも、私やっぱり男の人と女の人が結婚して夫婦になるっていうのが普通だと思うんですけど、ゆりこさんは自分も普通だったらよかったのにって思ったことありますか？というものでした。この質問に妻がとっさにうまく答えられなかったのは、普通ってどういう意味という点に引っかかったからでした。普通って何でしょう？例えば、目玉焼きに醤油は邪道でしょう。やはり塩コショウが普通では。私、ソース派なんですけど、何か。あなたの普通と隣の人の普通は違っているかもしれない。例えば、こういう学校に出す書類はちゃんとした大人に見てもらって親にサインしてもらうのが普通でしょう。何自分で書いちゃってんの？僕んち、お父さんとお母さん外国人で、僕自身は日本で生まれ育ったんですけど、家族で日本語の読み書きできるの僕だけなんです。あなたの家族の普通と隣の家族の普通は違っているかもしれない。例えば、結婚したんでしょ？家族じゃない。同じ名字使うの当たり前でしょ？そんなお父さんとお母さんの名字が違うとか、普通じゃない家庭に育つ子供はかわいそうよ。結婚したら片方の名字が強制的に変わるっていう法律、世界中で日本だけなんですけど、あなたの国の普通と隣の国の普通は違っているかもしれない。さらに言えば、一つの国の中でも普通の基準って変わっているかもしれない。日本では1946年まで女性には参政権も財産権も認められていませんでした。もしその時代に生まれていたら、あなた女性でしょ？投票したいとか、自分の財産持ちたいとか、何言っちゃってるわけ。普通に考えたらそんなもの、女性に認められないのはわかるでしょう。と言われていたかもしれません。そこまで遡らなくても、私の少し先輩の人たちは、1986年にいわゆる男女雇用機会均等法ができるまでは、男性と同じ条件での就職の機会はほとんどない状況でした。少なくとも法律ができるまでは、それが日本の普通だったわけです。つまり、あなたが今、当たり前で昔からずっと変わらないと思っている普通の基準も、実は時代や場所によって変わっているのです。最初の高校生の質問に話を戻しましょう。自分も普通だったらよかったのにって思ったことありますか？私の答えは、私、自分のことをとっても普通だと思ってるんです。そして、ありのままの自分に満足してますよ。もちろん、こうだったらよかったのにって思うことはいっぱいあります。もっと柔軟でしなやかな体に生まれていたら、
今頃合気道もっと上手くなっちゃってるよね。とか。しかし、人生のパートナーとして妻のゆり子と出会えたことは、私にとって人生の意味が変わった大きな出来事でした。もし異性愛者として生まれていたら、彼女と一緒に歩む人生はなかったのだと思うと、今の日本の法律に合わせるためだけに、男性を好きになる異性愛者だったらよかったのにとは思えません。もちろん、同性愛者であるというだけで、逮捕されたり、死刑になったりすることのない、現代の日本という国に生まれたことにも感謝しています。普通って何でしょう？実は私たちはみんなそれぞれが自分が普通と思って生きてるんじゃないでしょうか。であるならば、他の人の普通にも目を向けてみてはどうでしょう。例えば、目玉焼きね、やっぱり私塩コショウが一番美味しいと思うんだよね。あなたは醤油？ソース？ハラペーニョソース？新しくって刺激的。私も一度試してみようかな。とか。この書類、うちはお父さんに書いてもらったよ。君んちはおばあちゃん？あなたは自分で書いたんだ。もしかして何か事情があるの？もしかして何か困ってたりする？とか。うちはお父さんとお母さんの名字が別なんだよね。あなたのところは同じ？君のところは、お母さんが2人。3人でガールズトークとかできて楽しそうだね。とか。こんな風にお互いの普通を認め、尊重し合える世界ってとっても豊かだと思いませんか？自分の普通にこだわって判断してしまう前に、対象そのものを純粋に、そして敬意を持って見てみませんか？そこにはたくさんの新しい発見と、たくさんの新しい体験が生まれるはずです。そしてそれらは必ずあなたの人生を豊かにしてくれるに違いありません。コンテスト委員長、